こんにちは、ここです。お久しぶりです。何も言わず YouTube を長い間お休みしていて申し訳ございません。ごめんなさい。インスタグラムで YouTube 再開待ってますとかメッセージをたくさんいただいてYouTube のコメントにも書いていただいて、それがエネルギーとなって今回ちょっと再度始めようかなと思うきっかけになりました。ありがとうございます。今日はこの 2,3 年の間何があったのかっていうお話をシェアできたらなと思います。まず2022年の秋頃に、第2子を妊娠したんですが、流産をしまして、もうメンタルが崩壊して大変でした。でもなんとか持ち直して幸い再度妊娠することができました。1人目がもういるんですけど、2人子供ができて、何かこう胸を張って伝えられるエシカルな行動がしたいな、活動がしたいなっていう風にずっと思っていたのもあり、廃棄されるはずだったホテルの理念をトートバッグに蘇らせて販売するということを決意しました。それが2022年の終わりぐらいで、会社登録をしてスウェーデンで以前勤めていたスウェーデンの会社を退職してブランド準備を始めていたのが2023年の最初で、オリジナルブランドのサーキュリブをローンチしました。その動画をね、ちょっと他の動画があるのでよかったら見てください。そして2023年の初夏に男の子を出産しました。で、私の仕事は一旦育児休業という形でお休みをして、そしてまさかのアメリカのテキサスオースティンに移住をしました。お引っ越しです。息子はその時3ヶ月、娘は2歳。そうなんですよ。小さい未就学児連れてスウェーデンからアメリカに引っ越したんですね。で、2年住んでました。それで今回スウェーデンに帰ってきました。アメリカに行くって話は少しちょこちょこ前から出てたんですけど、それがいつ行くのか、スウェーデンで産んでから行くのか、それかアメリカで息子を産むのかとかのタイミングも難しかったですし、当初はどれくらい行くか分からなかったんですよ。半年でするのか1年2年にするのか、もっと5年とか10年なのかとか全然分かんなかったので、期間未定の移住でもざっくり2年くらいだよねっていう話は夫婦でしていて、両方お互い英語圏でまた住みたいな、夫も日本に住んだことありますし、私もスウェーデンに住んだし、でどっか英語圏に一緒に住みたいねっていう話をしていたので、だったら今の夫の仕事のチャンスがあることと、今とそれから子供たちがまだ小さいので移動の決断が私たちだけでできる、そういうことも含めてやるなら今じゃないかっていうことでアメリカに行くことを決めました。そして想像以上にアメリカのテキサスオースティンを好きになることができたんですよね。で、アメリカの生活、それからそこから得たこともちょっとお話したいなと思うんですけど、当初本当にアメリカっていう可能性が出てきたみたいな話を夫にされた時がもっと遡るんですけど、そういう話が出た時に正直私はその日本からスウェーデンに引っ越してきて、この土地の言葉に慣れて、この土地に慣れて何をどうしたらいいかっていうのシステムがなんとなく分かってきてっていう、スウェーデンに住んで8年ぐらい、通算8年ぐらいになるんですけど、そういうホームになってきた段階だったので、仕事もしてたし、出産もしたし、今ここで海外引っ越し移住するっていうことの必要性もあまり感じてなかったし、しかも北欧のとかヨーロッパの生活とか文化とかそれ違いますけど、それが自分の性格に合っていったので、アメリカにあまりにも興味が湧かなすぎて失礼ですけど、アメリカみたいな感じだったんですよね、正直。しかもどこ？そしたらテキサスって言われて、テキサスってカーボーイがいるレッドステイトのテキサスですかみたいな、銃持ってる感じみたいな、真ん中らへんみたいな、それぐらいの認識だったんですよね、正直。何も知らなかったので。アメリカ選べるんだったらもっと環境先進都市のポートランドとかカリフォルニアとかの方が暮らしやすそうとか言って思ったりとかしてたんですけど、でも行ってみると住めば都ですね。もう大好きになりました、テキサスが。もう想像以上に楽しくて生活がしやすくて、テキサスって南の方なので南部の、メキシコっぽいようなカルチャーがあって、人が本当に優しくて明るくて親切だし、本当に受け入れてくれるんですよね。それからそのオースティンという都市が、テキサスの中でもちょっと変わっていて、レッドステイトの中のブルーアイランドって言われているぐらい先進的ですし、海岸沿いに住んでいる方が引っ越してきたりとか、もうすごい成長をしている街だったので、自動運転の車がたくさん走っていて、誰も乗ってないのに走ってるタクシーがみたいなのもあったし、
人種もたくさんいろんな文化が混ざっていて、そのオースティンの都市に関して言えばすごく生活がしやすくって楽しく過ごすことができました。でも私は仕事をお休みしての2年だったので、子供たちの成長を見届ける、家族として成長するっていうところ以外、自分自身の達成感とか成長を感じられないんじゃないかっていう不安もあったんですけど、もう楽しかったです。その現地オースティンに住む、2人だけで遊べるようなお友達も何人かできて、テキサスの旅行をしたりとか、運転免許スウェーデンと日本持ってたんですけど、それは書き換えができないので、座学勉強してオンラインで、それから実技試験受けて取って、ものすごい荒いテキサスを運転することができたりだとか、そもそも新しい土地で、家族の生活を成り立たせるっていうこともできて、成長できたなというふうに思います。子供たちももともとスウェーデン生まれなので、両方スウェーデン語と、私が話す日本語しか話さないので、それが娘は2歳半の時に行ったんですけど、もう数ヶ月で英語分かるようになって大変だったんですけどね、彼女自身も。長女はでも英語を話すようになって、しかもそれがテキサスアクセントだったりして、引っ越し当初は下の子は3ヶ月だったんですけど、もう今その時にも走り回るような、喋り出すような感じになっていて、あっという間に過ぎ去った、駆け抜けた2年、子供の成長も見れたし、自分自身も成長できたし、もうてんやわんやだったなっていう感じです。本当に大変なこともたくさん正直あったんですけど、もちろんでもその未就学児2人を連れて、家族で夫と、4人で国外の引っ越しを行って帰って2回ですよね、経験できたっていうのは、人生の引き出しが増えたかなとは思いますね。でもやっぱり本当とはいえ、いや大変でした。やることはやらなきゃいけないのでいいんですけど、その2年でそれを全部やったっていうのが短かったなとは痛感しました。私たちが決めて帰ってきたんですけど、もう少しあと1年2年いたら、もう少しゆったりと楽しめたのかなとは思います。書類関係も大変でしたし、それから病院、居住地関係、住むと保険、子供たちのプリスクール、生活を整える全ての再スタートを準備して、から信頼できるナニーさんを探して、そもそもスーパーマーケットに行って何を買ったらいいのかもわからないし、食材も何もかもだから全てが手探りで、全部一からっていう感じの生活でした。でしかもそれを逆方向に同時に走り出すような子供たち、もう私の子たちの子供はワイルドなので、そういう子たちとのジャグリングをしながらの日々で、毎日白目を向いてたんですけど、疲れすぎて、あと頼る人がいないっていうのもねあったんですけど、でもそれでもなんとか乗り越えました。あとはテキサスは暑すぎましたね。40度超え45度とかの日もすごくあったし、北海道生まれの私としてはスウェーデンのこのカラッとした涼しい夏がちょっとぴったりかな、合ってるなとは思いました。でもスウェーデンの冬はあまりにも暗すぎて、今本当に太陽が出ないので気がめいるんですけど、だからちょっとオースティンに行きたいなとは思いますが、ないものをねだりですね。スウェーデンに帰国を決めた理由は、夫の仕事の内容が少し変わったっていうことと、それから私のスウェーデンの永住権を保持したいっていうことと、それから子供たちにホームをどこにするかって考えた時に、ホームはスウェーデンにしたいねっていうことが夫婦で一致したってことと、ホームステイをさせていたうちの猫のセプテムと会いたい、一緒に暮らしたいっていうことと、それぞれ両親たちがいるスウェーデンと、それから日本、北海道はオースティンからだと何の直行便がないので、ものすごい時間がかかって、もう世界一周みたいにしなきゃいけないので、お金経済的にもかかるし、それから体力的にも気力的にもちょっとしんどくなってきているっていうのと、スウェーデンで始めた自分のそのサーキュリブっていう事業にも力を入れたいって思ったことと、そういういろんななどなどいろんな側面から夫婦で話し合って判断をして帰国を決めました。その子供を連れての国外引っ越しは大変だったんですけれども、でも自分たちで生きる場所を選べて、道を選べるというのは本当に幸せだなと実感しています。で、今後なんですけれども、このチャンネル、それからインスタグラムでスウェーデンの北欧生活、暮らしの中で、気負いをせず楽しく気分が上がるような、エシカルな生活のヒントを私自身学んで発信をして、この私が始めたサーキュリブっていうブランドで今売っているホテルリネンシーツでできたアップサイクルのトートバッグなんですけど、サーキュリブの活動も軌道に乗せたいなと思っています。始めた当初は、出産も控えていたし、引っ越しも控えていたし、今これが始めるタイミングなのかなとか、
うまくいかなかったらどうしようとかすごい不安もあったし、軌道に乗らなかったらっていうすごい怖さもあったんですけど、でもなんとかローンチしてこっちに帰ってきたので再スタートしたいなっていうふうに思っています。トートバッグを販売も今もしてるんですけど、ここがウェブサイトですね。でもその他にもやりたいことがあって、今後はその北欧にあるエシカルなサステナブルなブランドを日本に届けるっていうこともやっていきたいと思っています。でここですごい嬉しい報告なんですけれども、早速意思を持って活動をしているパートナーさんが決まり、契約サインをしました。で5年前からその気になっていたブランドなんですけど、サーモンの皮をアップサイクルしてサーモンレザーを作って、それでアイテムを作っているブランドなんです。この前ストックホルムにあるアトリエに行って何回かミーティングして、実際に作るところも見て、もうね、彼の仕事ぶりとか思いとか、もう声を大にして日本の皆さんに届けたい、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 素敵って思っているので、これはまた別途別の動画でお話ししたいなと思っています。もう山あり谷ありなんですけれども、本当皆さんの応援があるから頑張れてます。チャンネル登録も嬉しいですし、コメントとかメッセージいただけると本当に嬉しいので、ぜひこの動画だったりとか、それからインスタグラムにコメントください。それから今後に取り扱ってほしいトピックだったりとか、気になるものだったり気になるブランドだったりとかがあればぜひ教えてください。ではまた。ヘイドー。